どうも皆様こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、中国うさぎです。というわけで今回もホイヨンをやっていくよ。今回もモットーを入れていますね。そうなのだ。今回は赤い黄昏ことレッドダスクを入れているのだ。レッドダスク。このモットーを一言で言うと2000年までソ連が存続している世界線。また変な世界線ですね。その歴史を解説すると、ブレジネフ時代の後半から深刻化した経済停滞。その後を継いだ若き大統領ミハイル・ゴルバチョフはペレストロイカとグラスノスチで改革を推し進めていくよ。しかしその結果、長年にわたって押さえつけられてきたソ連への不満が表面化。東欧のソ連衛星国では次々と共産党体制が崩壊し、ソ連内部でもエストニアとラトビアが独立を宣言。その後のゴルバチョフは1991年8月に新連邦条約による緩やかな連邦の形成を目指そうとするよ。ここまでは史実と同じですね。しかしこれに対して反発したのが軍やソ連共産党の一部、KGB 看護からなるホサは8月クーデターを起こし、ゴルバチョフは健康上の理由から職務を全うできなくなったと公表され、後継にはデンラジーヤナーエフが2代目ソ連大統領になったのだ。そして保守派が権力を握ったことで、かろうじてソ連は生き残りに成功するものの、依然として経済は低迷しており、ソ連は生き残れるのか、それとも歴史の塵として消えるのか、そういう感じなのだ。なるほど、よくわかりました。それで私たちはどこの国で遊んでいくのでしょうか。今回遊んでいく国は中華人民共和国なのだ。あ、ソ連じゃないんですね。まあうちのチャンネルって一部例外を除いてほとんど東アジアしかやらないからね。そうですか。それじゃあ早速ゲームスタートなのだ。Михаил Сергеевич Горбачев находится в полной безопасности, ему ничего не угрожает. というわけで早速始まったのだ。早速中華人民共和国の現状についての文章が来ましたね。中国はマルクス・レーニン主義を維持しながら中国の特色ある社会主義を発展させ、政治的安定を重視しながら改革開放と経済近代化を目指しているのだ。外交面では米ソのどちらにも踏みせず独自路線を維持し、ソ連との関係正常化や米国との経済協力を進めながらアジアでの影響力を拡大しているようです。国内では社会主義思想教育や集団主義を重視しつつ、教育、科学技術、社会保障制度を発展、人民解放軍の近代化を進めつつ、台湾に対しては平和統一、一国二制度の方針を維持しています。中国の現状を見た後は詳細を見ていくのだ。2000年1月現在の国家元首は江沢民。そういえばこの時はまだ江沢民総書記でしたね。そして国民精神は全部で18個あるのだ。多い。なので今回は効果のでかい国家方針だけを紹介するのだ。一つ目は世紀の変わり目の岐路。新旧の世紀が交代する節目において、中国は多くの機会と課題に直面している。政治力獲得量が 15% 減るのが痛いのだ。二つ目は中国の特色ある社会主義。中国が特色ある社会主義を歩むことは、党と国家が長年にわたり探求してきた根本的方向性である。民需工場の建設速度が 22% も速くなるのだ。三つ目は一人っ子政策。人口を抑制するはずの国家政策は目標を達成したものの、成否の偏りや高齢化などの社会問題を引き起こす結果となった。そして最後は内部意見の脅威。全人代内部における意見が強いほど国家統治に悪影響をもたらすのだ。これに対しての対処はできないんですか？これについては後で対処法を見ていくよ。そして国家方針はこんな感じ。めちゃくちゃ横に長いのだ。すごいですね。最大まで引いてみても見切れてますよ。全体を見るとこんな感じなのだ。左から政治、産業及び経済、軍事、外交だよ。政治系ツリーの下の方には一党支配を維持するか他の政党を許可するかも選べたりするようですね。まだまだ先のことになりそうだけど、とりあえずまずは世紀の変わり目という国家方針から進めていくのだ。西暦2000年の元旦、中南海、海人狼の鐘が12回鳴り響く頃、総書記は窓辺に立ち、新世紀の中国に思いを馳せていました。そして立証画面には国内の発展や国際的地位の向上、台湾問題に建設中の三峡ダムなんかについてがあるのだ。台湾問題に関しては国家方針の進行度合いにもよりますけど、平和的統一も可能みたいですね。そして僕たちの頭の上には党大会における意見の管理パネルがあるよ。この画面では意見の程度と次回の党大会の開催年、また政治力を使って意見に対しての内部調査を行うことができるようです。これって意見を放置したらどうなるのだ。さあ、まあ大変なことになるでしょうけど。それじゃあやることやったし時間を進めていくのだ。早速シドニーオリンピックのイベントが到来しました。中国はベースに次いで3番目に多くの代表団が参加したみたいなのだ。さらに南アフリカではネルソン・マンデラが主張。南アの軍事政権下でアパルトヘイトに反対し逮捕されていたが、独房内において心臓発作で死亡。南アフリカの希望は消え、
現地では武力衝突が起こっているようです。そして同時期には日本でプレイステーション2が発売。123でゲームを変えたプレイステーションの後継機なのだ。とここで最初の国家方針が完了。北方では依然として体が翻り、西側では米軍の世界展開が進んでいる。20世紀の中国は大国に翻弄され、多くの犠牲を出してしまいました。しかし21世紀の中国は自らの道を見つけ出し、世界の中心の花としてふさわしい国になるのです。でも現状では課題が多すぎる。まずは科学技術への注力を進めるのだ。現状の中国は研究枠が4枠しかないので、国家方針は科学への注力をつけ研究枠を増やしていきましょう。また政治面では3つの代表を発表。これは何なのだ。2000年に江沢民総書記が広東視察中に提起した中国共産党の指導理論のことですね。従来の党は労働者階級の代表であり、資本家は搾取階級とみなされ入党できませんでした。しかし中国における市場経済の発展により経済を主導する資本家を排除するのは不都合になったため、江沢民総書記は3つの代表を発表。従来の労働者の代表としての党ではなく、先進的な生産力を代表するのが党と規定し、労働者のみならず従来では敵対していた資本家すら党内に取り込んで管理下に置いたんですね。なんか難しいけど分かったのだ。簡単に言うと、昔は敵対していた資本家を3つの代表という理念の下で正式に共産党の味方に加えたことですね。21世紀を目前に中国共産党も変わろうとしているのか。硬直的な北方のソ連とは違うのだよ。2000年5月には隣国日本で小渕恵三首相が市長。後任は誰になるのかな。後任は森喜朗。しかしその森も政治スキャンダルと度重なる失言により首相を辞任。その後継いだ小泉純一郎政権でようやく安定したのだ。なんか色々起こってるな。また同時期にはアメリカでも大統領選挙が開催。今回は史実と異なり民主党のアルバート・アーノルド・ゴアジニアが当選したようです。環境志向な大統領なのだ。新大統領の下で米中関係がどうなるのか。そしてアメリカ大統領選と同列にはソ連でも大きな動きがあったのだ。ボリス空母のソ連共産党書記長への選出ですか。強硬派の空母が書記長になったことでスターリン時代に回帰するのではないかと考えられているのだ。すでに8月クーデターによって失脚したゴルバチョフには死刑判決が下されたな。ボリス空母が書記長に選出されて以来誰もが予想した結果なのだ。さらにチェコスロバキアでは政情不安が表面化。各地で大規模な抗議活動が起こっているのだ。民主化デモですか。ソ連の象徴的に第二のビロード革命というよりかは第二のプラハの春になりそうなんですが、やがて政情不安はチェコスロバキアにおける内戦に発展。共産主義者とそれに反対する民主派との間で泥沼の戦いが始まったな。どっちかといえば共産主義者に勝ってほしいけど、勝ってもソ連が強くなるだけなのでどっちにしろめんどいのだ。それとほぼ同時期にはトルコがイラク北部に侵攻。中東方面もきな臭くなってきたな。原油価格さえ上がらなければいいです。南アフリカでも内戦が始まりましたよ。どうやら南アフリカ民族会議と呼ばれる反乱勢力が白人に対しての攻撃を始めたっぽいのだ。我々は介入しないんですか。遠いしわざわざ介入するメリットもないから放置するよ。助けに行けばいいのに。次はベトナムからイベントが来ました。今度は何なのだ。北部湾、マートンキン湾の方が聞き馴染みがあると思いますが、そのトンキン湾で中国とベトナムの境界が正式に決まったようです。30年にわたる交渉がようやく一区切りついたのか。またベトナムとは引き続き友好協力関係を発展させていくことで合意し、お互いに不可侵条約を結ぶこととなりました。世界が荒れ始める中、中国は現実に前進しているのだ。Well, that's 2,500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep. That's another situation. What kind of airplane is that? Can you guys tell? I don't know. I'll read it out in a minute. Another one just hit the building. Wow. 世界貿易センターへのテロ攻撃。2001年9月11日、本日飛び込んできた知らせは世界を震撼させた。イスラム過激派のアルカイダによってハイジャックされた旅客機が相次いで世界貿易センターに突入したのである。同時にワシントン近郊の国防総省本庁舎も同様の攻撃を受け、
ペンシルベニア州では別の1機が墜落した。これまでに確認された死者は2000人近くに上るが、瓦礫の中から新たな遺体が見つかり続けており、犠牲者の数はさらに増える見込みだ。アメリカ国民の怒りは激しく、大統領は攻撃の首謀者への報復を誓い、失われた命に必ず正義をもたらすと約束した。国際社会の反応もまた一致している。西側であれ東側であれ、今この時にあたっては団結し、共通の悪に立ち向かっているのだ。いずれにせよ、2001年9月11日のこの出来事は、これから長く反響し続けることになるだろう。次回、新冷戦、お楽しみに。